皆さんこんにちは。ゆっくり解説の時間よ。早速だけど、今日のニューヨーク市場、どうだったと思う？こんにちは。確か、最近ずっと調子悪かったよな。今日もダメだったんじゃないのか？それが違うのよ。主要3指数揃って、4営業日ぶりに反発したの。今日はその背景をじっくりと、そして詳しく解説していくわ。今日の解説は盛りだくさんよ。まずは市場全体の概況から始めて、相場を動かした経済指標、政治の動き、そして個別銘柄の動向まで、順番に見ていきましょう。おう、投資家として知っておきたい情報が全部詰まってる感じだな。頼んだぜ。それじゃあ、まずは今日のマーケットがどれくらい上昇したのか、具体的な数字から確認していくわね。まず、ダウ工業株30種平均だけど、終値は前営業日比299.97ドル高の46,247.29ドル。上昇率は 0.65% だったわ。おう、300ドル近くも上がったのか。結構な上げ幅だな。次にハイテク株中心のナスダック総合指数。こちらは 99.37 ポイント高の22,484.07。上昇率は 0.44% ね。そして、より幅広い銘柄で構成される S&P500 種株価指数は、38.98 ポイント高の 6,643.70 で、0.59% の上昇よ。なるほど、3指数ともしっかりプラスで終わったんだな。3日も続落してたから、投資家も一安心だったんじゃないか？その通りよ。市場の警戒感を示すビックス指数、通称、恐怖指数も、前日の 16.74 から 15.60 へと低下して、市場心理が改善したことを示しているわ。じゃあ、なぜこれだけ市場が反発したのか。その最大の理由である経済指標について、次の章で詳しく見ていきましょう。この日の反発劇の主役は、なんといっても FRB、つまりアメリカの中央銀行が最も注目しているインフレ指標、PCE 価格指数、だったの。PCE?CPI、消費者物価指数、とは違うのか？なんだか難しそうだな。簡単に言うと、CPI は家計が買うものやサービスの価格変動を見るのに対し、PCE は企業が売ったものやサービスの価格変動を見る指標よ。FRB はより広い範囲をカバーする PCE の方を重視しているの。そして発表された8月の結果だけど、まず総合指数は前年同月比で 2.7% の上昇。これは市場予想とぴったり一致したわ。さらに重要なのが、変動の激しい食品とエネルギーを除いた、コア指数。こちらは前年同月比で 2.9% の上昇。これも市場予想通りで、前月と同じ水準だったの。ふむ。つまり、インフレが予想以上に悪化していなかった。ってことか？その通りよ。ここ数日、強い経済指標が続いていたから、市場では、インフレが再加速して、FRB が利下げしにくくなるんじゃないか、という懸念がくすぶっていたの。でも、今回の PCE の結果が予想の範囲内だったことで、その懸念が和らいで、FRB は予定通り利下げを続けられる、という安心感が広がった。これが株価を押し上げた最大の要因よ。ちなみに、同時に発表された個人消費支出は前月比プラス 0.6% と予想を上回る強さで、アメリカ経済の底堅さも示されたわ。これも株式市場にとっては好材料ね。PCE と合わせて注目されたのが、ミシガン大学が発表する消費者態度指数の確報値よ。これは消費者の景気に対するマインドを示すものね。結果は 55.1 と、速報値の 55.4 から予想外に下方修正されたの。5月以来の低い水準で、消費者のマインドが少し冷え込んでいることが示されたわ。それは悪いニュースじゃないのか？消費者がお金を使わなくなったら景気が悪くなるだろ？良いところに気づいたわね。でも、今の金融市場は少し特殊な状況なの。悪材料は好材料、という側面があるのよ。つまり、景気が少し冷え込むことで、FRB が利下げをしやすくなる、という連想が働くの。過度な景気過熱はインフレを招くから、適度な減速はむしろ歓迎されるのよ。さらに、この調査に含まれる、期待インフレ率、も重要よ。1年先の期待インフレ率が 4.7% に、5から10年先が 3.7% へと、どちらも速報値から下方修正されたの。人々が将来のインフレをそれほど心配しなくなった、というデータも FRB の利下げを後押しする材料になる。今日の指標は、まさに、利下げ継続、を市場に確信させる内容だったと言えるわね。経済指標の他にも、この日は政治的な発言が市場の注目を集めたわ。特にトランプ大統領の発言ね。また何かやったのか？あの人はいつも市場をひっかき回すからな。まず、月末に迫った、政府機関の閉鎖、についてね。大統領は、政府が閉鎖しなければならないなら、閉鎖されるだろう、と発言して、交渉が難航していることを示唆したわ。政府閉鎖って、そんなにヤバいことなのか？経済指標の発表が止まったり、公務員が一時帰休になったりと、経済活動に混乱が生じるの。市場にとっては不確実性を高める要因だから、もちろんマイナスよ。ただ、過去にも何度もあったことで、市場もある程度は慣れているわね。そしてもう一つ、より直接的に個別企業に影響を与えたのが、新たな、関税、の発表よ。
具体的には、10月1日から大型トラックの輸入に 25%、布張りの家具に 30%、輸入キッチンキャビネットと洗面台には 50% もの関税を課すと発表したの。さらに、米国内に工場を建設していない企業が輸入するブランド医薬品には、なんと 100% の関税をかけるとも表明しているわ。うわぁ、めちゃくちゃだな。これは影響を受ける会社と、逆に得する会社が出てきそうだな。その通り。この関税の話は、次の章で解説する個別銘柄の動きに直結してくるから、よく覚えておいてね。さて、ここからは個別の銘柄に焦点を当てて、なぜ株価が動いたのかを見ていきましょう。まずは上昇した銘柄からよ。まず大きく上昇したのが、航空機大手のボーイングね。株価はプレマーケットの段階で 3% も上昇したわ。ボーイングに何か良いニュースがあったのか？ウォール、ストリート、ジャーナルが報じたんだけど、FAA、米連邦航空局が、ボーイングの主力機 737MAX の生産制限を緩和する見込みだそうなの。これは、品質問題で長く続いていた生産の足かせが外れることを意味するから、業績回復への期待から大きく買われたのよ。次に、ゲーム会社の、エレクトロニック、アーツ、通称 EA も株価が 14% 以上も急騰したわ。14%。何があったんだ？新作ゲームが大当たりでもしたのか？これもウォール、ストリート、ジャーナルの報道がきっかけで、投資会社などが EA を約500億ドルで非公開化する、つまり買収する取引が間近だと報じられたの。買収されるとなると、通常は現在の株価より高い価格で買い取られることになるから、その期待から一気に買いが集まったというわけね。そして、先ほどの関税の話が追い風になった会社もあるわ。トラックメーカーのパッカーよ。トランプ大統領が輸入トラックに 25% の関税をかけると発表したことで、主に米国内でトラックを製造している PACCAR の競争力が高まると見られて、株価が上昇したのよ。光があれば影もあるわ。次は、厳しい状況に置かれた下落銘柄を見ていきましょう。まず、関税の影響を直接受けたのが株小売業界ね。RH やウィリアムズ、ソノマといった企業の株価が下落したわ。特に布張り家具への 30% の関税は、中国やベトナムからの輸入に大きく依存している企業にとっては大きな痛手。コスト増加が利益を圧迫するという懸念から売られたの。なるほどな、関税の影響ってこんなにすぐ株価に出るんだな。次に、会員制スーパーのコストコも株価が下落したわ。前日に決算を発表したんだけど、その内容が市場の評価を分けたようね。第4四半期の EPS、つまり1株当たり利益は 5.87 ドルで市場予想を上回ったんだけど、今後の見通しについて懸念が示されたの。アナリストからは、関税による売上や利益率への脅威や、今後の業績比較のハードルが高くなることなどが指摘されて、株価の割高感が意識されたみたい。フィンテック企業のクラーナも厳しい一日だったわ。株価は4日続落して、ついに IPO 価格、つまり上場した時の価格を初めて下回ってしまったの。IPO 価格割れか。期待して買った投資家はがっかりだろうな。FRB の金融政策の先行き不透明感から金利が上昇すると、個人消費が落ち込んだり、フィンテック企業の借り入れコストが上昇したりする懸念があるの。そうした業界全体の逆風が株価の重しになっているわね。株式市場以外の動きも、投資家にとっては重要よ。債券、為替、商品市場がどうだったか、最後にまとめて確認しましょう。まず、アメリカの長期金利の指標となる10年もの国債の利回りね。一時は 4.2% を超える場面もあったけど、PCE 価格指数の発表後に低下に転じて、最終的には 4.19% あたりで落ち着いたわ。利下げ期待が高まると、金利は下がるんだったな。その通り。そして、その金利低下と利下げ期待を受けて、為替市場ではドルが売られたわ。ドル、円は一時149円40銭台まで下落。ユーロやポンドに対してドルは難聴な展開だったわね。商品市場では、原油先物価格が反発したわ。WTI 原油11月切りの終値は、前日比 0.74 ドル高の1バレル 65.72 ドルよ。これはロシア南部の製油所で火災が発生したと報じられて、供給不安が意識されたことが背景にあるわ。最後に金よ。ニューヨーク金先物12月切りの終値は、37.9 ドル高の1トロイオンス 3809.0 ドルと続伸したわ。これはドル安と金利低下が主な理由ね。ドル建てで取引される金は、ドルが安くなると割安感から買われやすい。それに、金利を生まない金は、金利が低下する局面で相対的な魅力が高まるのよ。なるほど、株だけじゃなくて、色々な市場が連動して動いてるのがよくわかったんだぜ。さて、最後に少しだけ来週の展望について話しておくわね。投資家が次に注目すべきは何だと思う？やっぱり FRB の金融政策に関わることだろうから、またインフレの指標か？惜しいわね。インフレと並んで FRB が重視しているのが、雇用、よ。来週10月3日金曜日には、9月の米雇用統計が発表されるの。
先日の FOMC でパウエル議長が雇用の下振れリスクにも言及していたから、労働市場の強さを示すこの指標は、今後の利下げペースを占う上で非常に重要になるわ。もし、雇用の伸びが市場予想を大きく下回るようなら、景気減速懸念から利下げ期待がさらに高まるかもしれないし、逆に強すぎる結果なら、今日の楽観ムードが後退する可能性もあるわ。なるほど、来週も気が抜けない1週間になりそうだな。というわけで、本日のニューヨーク市場の解説はここまでよ。全体をまとめると、インフレへの過度な懸念が和らいで、利下げ期待が再燃したことが株価を押し上げた一日だったわね。おう、つまり、インフレも思ったより大丈夫そうだし、FRB もちゃんと利下げしてくれそうだから、今のうちに株を買っとこうぜ。って感じだな。まあ、そんなところね。来週の雇用統計も注目していきましょう。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。それじゃあ、また次回も見てくれよな。なお、この動画は特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。